おだすこんにちは、こんばんは、ポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今回ですね、チェイシング分析やっていきたいなと思います。前回の動画見ていただいた方ありがとうございました。多くの方に見ていただきましてホクホクでございます。そしておかげさまで登録者数6000人超えました。ありがとうございます。いや、まさかですね、4月中に滑り込むとは思っておりませんでしたが、非常に嬉しく思っております。皆様のおかげでここまで来ることができました。年内に1万人を目指して頑張っていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。そして今回ですね、チェイシングの分析になっていきます。スキル追加でですね、チェイシング出て誰に付き合おうかななんてね、そういう方もよくいるかなと思いますが、そもそもね、これ何の意味があるんだろう、そのところからやっていきたいなと思います。チェイシング持ってる選手、意外にね、前線の選手とかね、ついてたりするんでね、自然とね、使っているかなと思うんですけど、チェイシング持ってるから助かったわーって思うシーンありますか？個人的にはね、そんなには意識してないのもあるんですけど、正直感じたことなくて、このあたり気になりますよね。今回ね、どういう効果があるのか、そこを分析していきたいなと思います。その上で、どういう選手ね、つけるのが一番いいのかなんていうところもね、見えてくるかなと思いますので、最後まで見ていただければと思います。まずはですね、スキルの説明から見ていきましょうか。チェイシング、前線から相手のボールホルダーに対して積極的にプレッシャーをかけますよとありますね。ボールを取りに行くとね、わざわざ言ってないところがね、なんか気になりますよねこういうところも見ていきましょうか。で、今回の検証ではですね、使っていく選手はこのチャンネルではおなじみのトーマス・パーティーを少しチャラくしたトーマス・パーリー選手をですね、使っていきたいなと思います。昔からですね、見ていただいている方はですね、おなじみかなとは思うんですけども、最近ね、見始めていただいた方も多いかなと思いますので、このチャンネルでですね、よく出てきますので、知っておいていただければなと思います。当チャンネルでですね、ロンバルジ保険ではなくですね、トーマス・パーリー保険をですね、推奨してますので、皆さんもよかったら使ってみてください。そして、このトーマス・パーリーにですね、チェイシングがつきました。なので、このトーマス・パーリーを使ってですね、普通のついていないトーマス・パーリーをと見比べていきたいなと思います。で、今回ですね、何個か測定をしてきました。いろんな視点から見てですね、効果を探っていきたいなと思います。検証方法ですね、相手ディフェンダーがボールを持っている状態、相手自陣でボールを持っている状態で近づいて、カーソルを合わせて近づいてですね、カーソルをこのトーマス・パーリーから外した時にプレスに行くのか行かないのか、ここをちょっと見ていきたいなと思います。この違いでですね、距離っていうかね、プレスに行く距離とかが違いが出てくればですね、チェイシングの効果があるのかなと思いますので、見ていきます。調子は普通、チームスタイルレベルは100で、チームスタイルはショートカウンターでやっていきます。というところからですね、カーソルを外してですね、プレスに行かなければもう一回近づいて、プレスに行かなければもう一回近づいてという形でですね、ちょっとずつ近づいていきます。ここは一気に見ていきましょうか。はい、ということで見ていただきました。ですね、変わらないですね。なので、ここに関してはそんなに差がないのかなと思いますね。説明を見る限りですね、チェイシングの効果が AI の動きに関係してくるっぽいので、パス回しをしていくところを見ていきたいなと思います。今回トーマス・パーリー本来はですね、センターフォワードできないんですけど、ちょっと無理くり置いてですね、で、チェイシング持ちじゃないトーマス・パーリーがですね、前線からどういうプレスをしていくのか、ここを見ていきたいなと思います。で、ディフェンスラインでですね、パスを回していきました。まずはですね、チェイシング持っていないトーマス・パーリーから見ていきましょう。でも普通にですね、追いかけながらペナルティーエリアに入る時もあるけども、入らないところからパスコースをね、切っていっているような、そんな感じはしますよね。ここに関して別にそんな違和感っていうのはそんな感じないですね。はい、で、次ですね、チェイシング持ちのトーマス・パーリーを見ていきましょう。結構ペナルティエリア内に侵入してですね、積極的に距離詰めてるの分かるかなと思います。これが多分チェイシングの効果なんでしょうね。前線から積極的に確かにプレッシャーかけてますね。これでボール取れるかっていうとまた話は別になりますけど、動きとしてですね、違いが見えてきました。なので、センターフォワード、最前線とかでですね、チェイシングの効果が出てくるということが分かりましたね。いやー、なるほど。結構面白いですね、こう見るとね。ただ皆さん気になってんでしょ。じゃあ前線以外はどうなるんだというところですよね。中盤とか結構チェイシング持ってる選手多いですもんね。やってきましたよ。今回ですね、もうチェイシング持ちスカットを作ってきました。現状ですね、イーフトではですね、サイドバック、センターバッ
ク、ゴールキーパーのみ専門でできる選手っていうのかなでチェイシング持ちっていう選手はいないんですよね。例えばですね、サイドバックで持ってる選手ってちょっといるんですけど、この選手たちですね、皆さんですね、センターミッドフィルダーができるとか、サイドミッドフィルダーができるとかいう形でですね、前線ができる選手でチェイシングを持っている選手ってはいるんですけど、サイドバックしかできません、センターバックしかできませんっていう選手でチェイシングを持っている選手がいないので、なのでこのスカットはですね、センターフォワードとゴールキーパーのみチェイシングを持ってないんですけど、その他のポジションではチェイシング持ちを持ってきまして、これでですね、敵チームがですね、ディフェンスラインからパス回しをしていきます。その時のですね、プレスの動きの違いをですね、見比べていければなと思います。ということで、まずはチェイシング持っていないスカットから見ていきましょうか。そもそもですね、ショートカウンターというチームスタイルがですね、プレスをかけるチームスタイルになりますので、それなりにね、こうやって見ててもですね、違和感を感じないというかね、ゾーンプレスで、それなりにパスコースを切りながらですね、やっているのはわかるかなと思います。そもそも AI の動き自体がですね、それなりに考えられているなという印象は受けましたね。はい、ということで、ここからですね、チェイシング持ちのスカットの場合はどうなるのかを見ていきましょう。これね、パッと見はあれなんですけど、よーく見ていくとですね、ボールまでの選手間の距離の詰め具合とか結構近くないですか？特に中盤あたりでボールキープした時の周りの選手の近さ、チェイシング持ってない時と比べるとですね、かなり詰めているのがわかるかなと思います。チェイシング持ってない時はですね、ゾーンプレスというかね、自分のポジションを守りながら動いてるっていうようなイメージ。チェイシング持ちはですね、自分のポジションの幅を広げるというかね、自分のポジションから若干逸脱しながらですね、詰めているような、そんなイメージになりますね。なのでパスコースがですね、だんだんなくなっていくようなイメージというかね、それをね感じました。首をねちょっとずつね締められてるようなパス回ししていくとだんだん苦しくなっていくんですね。なのでそんな印象は受けましたね。これだいぶ効果あるようには感じました。なのでただですね、一瞬一瞬、その一瞬一瞬で効果を感じられるかと言われるとなかなか難しいかもしれないですね。ただ明らかに効果があるということは分かりました。はい、ということで結論、チェイシングはチームプレスの補助とします。これをですね実感してね、ちゃんと受け取れるか、これチェイシングがあったからだって思えるかっていうのはかなり難しいかなとは思いました。ただですね、こうやって比べるとですね、確実に効果はあるというのは分かったかなと思います。で、チェイシングの選手1人だけでどうこうっていうよりはですね、複数人いることでやっと効果を発揮するようには感じましたね。実践的な話をしていくと、中盤をねチェイシング持ちで多めにするとか固めるとかね、あとは前線にチェイシング持ちを置く、1人だけね置くとかであれば、ある程度のプレスはチェイシング持ちの AI に任せて、自分は別のチェイシング持ってない方の選手を操作するとかね、いうような形であればですね、より効果を発揮できるのかなとは思いましたね。注意する点としてですね、特に前線の選手にチェイシングがついている場合なんですけど、試合展開によってですね、スタミナがねかなり自然と削られてる可能性はあるのかなとは感じましたね。結構自分でね詰めちゃうので、かなりスタミナ削られちゃうのかなとは思いました。あとは説明通り、プレッシャーをかける能力であって、ボールダッシュが強くなるわけではないことを理解しておくのも大事。で、あとはですね、サイドバック、センターバック、この辺りに関してはですね、チェイシングが正直関係していないようには思いましたね。コナミさんがですね、最初からサイドバック、センターバック専門の選手にはですね、このスキルをつけてないことを考えるとですね、そう捉えてもいいのかなとは感じました。なのでですね、スキル追加でつけたい場合はですね、中盤以上の選手につけていただいて、さらに言うならば試合中のですねスタミナも少しだけね気にしてあげるといいのかなと思いました。で、またですね、引いて守りたい時は逆効果なのかなとも取れるんですけど、スキルを持っていないスカットの動きを見るとですね、めちゃめちゃ引いてたかと言われるとですね、そうでもないので、個人的にはどういう守備をしたいにしてもですね、持ってるに越したことはないのかなとは感じましたね。皆さんどう思いますかね。はい、ということで今回の検証いかがだったでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々ですねあればコメントいただければと
思います。効果をね明らかになったところで、これに対してですねどう思うかって結構個人差出そうだなとは思いましたので、皆さんのねこれを見てどう思ったか、これだから使える、こうだから使えないなとか、こういう時は使えるとかがあればですね、それもコメントでいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。次回はですね、この動画がちょっといつ出てるかによるんですけど、このじゃがいもはゴールデンウィークも絶賛仕事中なので、5日か6日に出す予定です。すみません。年内に1万人を目指しておりますので、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。